皆さんこんばんは、サイラです。今回は新素晴らしきこの世界でトロフィーをコンプしたので、コンプまでにお世話になったおすすめのバッジの組み合わせの紹介をしていこうと思います。このチャンネルは攻略裏技検証系を扱っています。気になる方はチャンネル登録お願いします。やっとトロフィーコンプしました。やり込み要素がすごく多くって、今回多分80時間ぐらいかかってると思いますね。もうちょっとかかってるかもしれないです。難易度ハードでも十分敵強くなるんですが、クリアしてからアルティメットですかね。これが解禁して、これで戦うとさらに厳しくなります。今回の組み合わせを使うと無双状態、まず死なないかなっていう、そんな感じになりますので、いくつか紹介していこうと思います。まず最初の組み合わせですが、回復特化になります。この4つ。四季のアンサンブルっていうのが発動するんですが、この4つを揃えると敵にダメージ与えると体力回復っていうんですけど、ダメージの半分、1000のダメージなら500回復する、そんな感じになるのでものすごく回復します。ダメ押しでこの辺の HP を少しずつ回復する、これを二重にかけることでさらに回復するっていう、もう完全に回復特化型、そんな感じになります。もちろんこの2つを他のものに変えても全然いいと思います。もう完全に回復特化で死なないゾンビ戦法っていうんですかね。とにかく敵から攻撃を受けても、攻撃をする限り、与える限りどんどん HP 回復して常に満タンを維持できる、そんな感じの構成になります。火力は正直そんなに高くないです。とにかく死なないように。それがコンセプトですね。あとはファッション。こちらでガットネーロっていうんですかね。このブランドのバッジの攻撃力が上がる。これを全員に装備します。あとは靴ですね。こちらで先行で与えるダメージがアップする。これも全員に装備します。これはこの4つの攻撃は全部先行であってガットネーロであるっていうところで、これらの火力を上げるっていうために装備します。ステータスはこんな感じになって、先行のダメージ 60% アップ、あとはブランドで 60% アップ、こういう感じになるので 120% アップになるんですかね。 1.6×1.6 になるのか、ちょっと計算式まだ分かってないですけど、こんな感じで大きくファッションによって攻撃力を増やすことができる、そんな感じになります。実際にこの組み合わせでどのくらい体力が回復するのか、火力が若干低いってところも踏まえて確認していこうと思います。すごい雑なプレーをしてるんでこんな感じですけど、もちろんうまくタイミングを測って攻撃を出していく、そういうプレイスタイルであればもうちょっとマシだと思います。単体のゾウ相手に39秒弱ぐらいかかってますので、この辺がやっぱりちょっと欠点かな。ただどうしても勝てない敵がいるとか強いボスがいる、どうしても死んでしまう、そういった時にこの組み合わせにすると時間はかかるけど倒せる、そういう感じになると思うので、すごいこれはおすすめかなと思います。続いて攻撃特化になります。黒猫のアンサンブルっていう6セットを揃える。実質これ取ってたらもうクリアと同じでしょうぐらいな感じで、入手難易度は高いです。ただ揃うととてつもない火力になります。6セットの時の効果なんですが、これ見てもらうとわかるんですが、実質3倍っていうことですね。全部のダメージが3倍になりますよっていう感じの効果になります。装備でガットネーロのプラスを60まで上げておくとさらに火力上がる、そんな感じになります。じゃあ実際にちょっと戦ってみます。当選の結果ですな。このような感じでイージーで 4.5 秒ぐらい、アルティメットで18秒弱ぐらい、こんな感じで圧倒的火力っていうのが一番のポイントかなと思います。ただやっぱり体力若干最後減ってたと思うんですね。あれを回復する手段っていうのが特にないので、その辺をどう捉えるか、これがポイントになってくるかなと思います。長期戦になりやすいボス戦、こういう時にこれ持ってくると結構厳しいと思います。
最後にシンクロ特化型ですね。どちらかというと必殺技特化型って言った方がいいかもしれないですね。一番のおすすめがこれになります。組み合わせなんですが、いろんなやり方あると思います。一つの例として捉えてもらうといいかなと思うんですが、私が組んだ組み合わせとしてはこんな感じです。鼓響きっていうんですかね。これとトコトコカバさん、安易な偶像、全力で踊ってみたポンポンポップコーン、変な名前が多いですね。リレーションフロイデ、こういう組み合わせでやっています。でそれぞれの役割なんですが、まずこの2つ効果を見てもらうと、シンクロチャンスっていうところ、コンボフィニッシュを当てた瞬間っていう風になっています。これが結構重要で、例えばこういうようなアイスバインドで凍りついた瞬間、こういう時って凍らない限りシンクロチャンス生まれないんですが、このコンボフィニッシュを当てた場合っていうのは、とにかく最後の攻撃を当てさえすれば必ずシンクロチャンスっていうのが生まれるので、そういう意味で状態異常じゃないものを選んでいます。あともう一つ、この2つを選んだ理由としては、リブート時間が短い。完全に必殺技特化するんであれば、それこそこういう初期のものですと 4.5 秒なんですね。でこれもコンボフィニッシュ当てた瞬間にシンクロチャンスが生まれるっていうのがあるので、こういうのを選ぶのもありだとは思います。シンクロチャンスをとにかくいっぱい発生させる、そのためにこの2つを選んでいます。もう一つがこれ、発動すると敵をそこに吸い寄せる効果があるんですね。その吸い寄せた状態で3回ダメージを与えると必ずシンクロチャンスが生まれると。なのでこれも属性当てた時ではなくって、ダメージを複数回当てていったらシンクロチャンス生まれるっていう感じで、この3つでチャンスを発生させる、そういう感じの戦い方になっています。それ以外はおまけっていう感じではありますね。他はどんな組み合わせでもいいっちゃいいです。あとはこのトコトコカバさんっていうのは進化できるんですね。進化するとこっちになるんですが、このリブート時間が伸びるんですよね。ダメージももちろん増えるんですけど、リブート時間が増えるっていうところで私は進化米を使っています。トコトコカバさんを持っていない方であればこれ両方装備できるので、モノクロを装備するっていうのも一つの手かなと思います。イメージとしてはこんな感じですね。両方6秒になるとにかくリブート時間短くいっぱいシンクロチャンスを発生させる、そういう装備がいいっていう感じです。あとはこのポンポンポップコーンっていうのも、これも進化できるんですね。進化するとこれになります。持続時間は伸びるんですが、リブート時間が2秒増える、そういうところで私はこっちを使っています。残りのバッジですけれども、こちらについては攻撃を出すと、敵に向かってどんどん飛んでいくと、敵に当たると別のターゲットに向かってまた飛んでいくっていう感じで、もう撃ってしまえばあとは適当に敵の周り飛び回ってくれる、そんな感じになっていますので、これらで発生したシンクロチャンスっていうのを回収するためにこの装備にしています。これを選んだ理由は攻撃速度が圧倒的に速いっていうところにつきます。これはダメージを与えるとかシンクロチャンスを発生させるのが目的ではなくて、シンクロチャンスをどんどん拾っていく、コンボを発生させるためのバッジって思ってもらえるといいと思います。続いてはこちらです。これ同じく四角のボタンで発生するんですが、アイスバインド、これ高確率で発生させる、そのために使っています。これ本当に結構な頻度で発生するんですよね。1回凍らせると2回目以降は耐性値が上がっていくのかちょっと凍りづらくなるんですが、それでも凍らした瞬間はシンクロチャンス発生するので、これもコンボ狙っていきやすいかなと。この組み合わせの特徴としては、だいたい一巡、全ての武器を打ち切ったあたりで 300% いくかいかないか。いかなくても2回目、1回リブートしてゲージが溜まった後でもう1回攻撃、この時にはほぼ 300% 溜まっているので、そんなに何度も何度も打つってことが必要ないんですね。なのでこれで凍らしたとして2回目も凍らせないとシンクロ率たまらないっていうほど使う必要がないっていう意味で、初回だけシンクロチャンス発生させたらいいかなっていうところでこの装備にしています。あとは凍らせる、安全を確保する、そういう意味合いが強いですね。で最後にこちら、これはもう完全に自由枠でいい気がしますね。爆弾とかで複数巻き込んでもいいですし、
何でもいいかなと思うんですけど、あまり邪魔にならず、かつシンクロチャンスをできるだけ発生させる、そういう意味でこのブーメランにしています。ダメージをこの辺でがっつり稼ぐっていうよりかは、いずれもシンクロチャンスをとにかくいっぱい発生させて、シンクロ率を300%まで一瞬にしてあげて、必殺技を打つ。こういうためにこの組み合わせにしてるっていう感じになります。もう一つ、この組み合わせの最大のメリットがあります。押すボタンが少ないんですね。これ見てもらうとわかるんですが、R2 と L2、これはどっちも押しっぱなしで大丈夫です。連打する必要もなく、離す必要もなく、とにかく押しっぱなしで大丈夫です。L1、こちらに関してだけ定期的に押す必要があります。これ私は装備でこういうのを装備していて、これによってボタン1回ちょんと押すだけで、勝手に最大チャージまで貯めた状態で打ってくれる。そんな感じになるので、これを適度にちょんちょんと押す程度。一番いっぱいボタンを連打するのはこの四角ですね。四角を1個押すと、この3つの攻撃が同時に全部出ます。6キャラを使うんですけど、四角をとにかく連打するだけ。あとは L2、R2 を押しっぱなしで、L1 を適度にちょんちょんと押す程度。それで済んでしまうんですね。操作がとにかく楽。こういう感じで押すボタン少なくて、でも6キャラ同時に攻撃できる。そういうのでおすすめになってくるかなと思います。実際にこれからどのくらい溜まるのか移していきますが、確認してみてください。力を合わせた結果だ。このような感じです。先ほどの黒猫のアンサンプルが18秒弱、17秒93とかだったと思うんですが、今回は21秒。そんなに時間変わらないですよね。この短時間で必殺技を打てる。そんな感じになります。連戦なんかをしてるときは、必殺技で全部を倒さずに、ちょこっと残すと体力全回復までした上で戦闘終了したりします。で、次の連戦に持っていけたりするので、そこをうまく調整すると、体力も常に全開をキープできる。そんな感じになってきます。長期戦のボスなんかもどんどん必殺技打てるので、すごいこれはおすすめです。ただ、やっぱり火力的に見ると必殺技ありきなので、必殺技が効かないような敵、こういう時はきついと思います。例えば、南本さん。これは必殺技避けるんですよね、なぜか。なのでずっと打ちまくっても、本当に数発しか当たらないっていう感じで、普通に攻撃していかないとダメージ与えられなかったです。黒猫のアンサンブルに比べると若干火力は劣るんですが、必殺技使ってる最中は常に無敵っていう状態もありますし、体力も回復できる。そういうのがあるので、一番のおすすめがこれになるかなと。もしこれ以上いい組み合わせ、こうするともっとすごいことになるよ。もっとなんか劇的に変わるよ。そういうのがあったらぜひコメント欄で教えてほしいです。これで3つの紹介終わりになるんですが、今後もまたネタがあれば作ろうと思うんですが、もしこんなの見たいよとかこういうの検証してほしいよっていうのがあればコメント欄で教えてくれると嬉しいです。それでは今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。